午前3時でも自由に散歩できる海外都市へ移住したいのだ。夜風を浴びながら知らない路地を好きなだけ探検したいのだ。現実を見なさい。夜道は観光地ではなく、ただの帰宅経路よ。夢を語り始めて10秒なのに、もう現実が殴り込んできたのだ。まず背後を確認する。次に、逃げ込める場所を探しておく。スマートフォンの残量、帰宅手段、現在地の共有も必要だわ。散歩の準備というより、避難訓練の持ち物確認みたいなのだ。午前3時、外国人女性が人影の減った東京の道へ入るわ。彼女は歩きながら、習慣のように何度も背後を確かめている。待つのだ。この音楽だと、何かが近づいてきそうで怖いのだ。映像に存在しない危険まで、勝手に作ってはいけないわよ。確認できるのは、彼女が警戒しながら歩いていることだけだわ。それなら、この後本当に何か恐ろしいことが起きるのだ。違うわ。起きると思って備えた行動が使われなかったのよ。何も起きなかったことが今回の事件だと言いたいのだ。事件とは呼ばないわ。最後まで事件が現れなかっただけよ。彼女は逃げ込まず、助けを求めず、経路も変更せずに済んだ。準備した防犯行動が全部未使用のまま残ったということなのだ。ただし、東京全体が安全だったと決めるのは早すぎるわ。その夜、その経路で偶然問題がなかった可能性も残るもの。安全な都市だったのか、運の良い道だったのか、観測開始よ。数字を見れば、どの国が一番安全なのか一発でわかるのだ。その雑な期待から捨てなさい。数字は安心のお守りではないわ。最初に分けるのは、犯罪の件数と安全だと感じるスカンよ。夜、一人で歩いて安全だと感じるか、これは意識の質問だわ。警察が記録した犯罪件数とは、測っている対象が違うのよ。怖く感じても事件はなく、事件があっても平気な人もいるのだ。そうよ。感情と記録を一つの順位へ潰してはいけないわ。国際調査を見るなら、調査年、質問文、母数、単位を確認する。さらに男女差と国や地域による回答の差も切り分けるのよ。派手な倍率を一つ出して東京大勝利ではダメなのだ。ダメに決まっているでしょう。数え方で順位は簡単に分けるわ。犯罪の分類も届け出率も人口の置き方も国ごとに異なる。昼の人口と夜の人口が違えば分母だけでも印象は変わるわ。同じ犯罪という箱でも中身と大きさが違うということなのだ。ようやく理解したわね。比較は条件を揃えて初めて始まるの。海外側は都市を一つに絞り、その国の公的統計だけを使うわ。都市名と対象期間が確定するまで刺激的な数字は出さない。数字がないと僕の勝利宣言がずっと保留になるのだ。東京側も警視庁の統計と犯罪情報地図で範囲を確かめる。撮影地域と時間帯に結びつく根だけを慎重に拾う必要がある。公開日と撮影日は別物よ。新しい動画とは限らないでしょう。報道を使う場合も記事の公開日と出来事の日を分けるのよ。安全ランキングより先に数字の身元確認が必要なのだ。私はねも複数の証言をもとにした架空の現地人訳です。外出前に経路を見る、終電と帰りの車を拾う場所も確認する。出発する前から帰宅失敗の可能性まで考えているのだ。怖がっているんじゃない。何も起こさないためにやっている。ここで描くのは公的な安全対策と証言に共通する行動よ。特定の都市に当てはめる部分は一時資料の確認が必要だわ。連絡する友人を決める。電池の残量も出る前に確かめる。散歩へ出るだけで注意力の前払いが始まっているのだ。目的地まで数分でも見通しの悪い近道は選ばないことがある。明るい大通りを使うから距離も時間も余計にかかってしまう。何も起きていないのにもう時間という料金を払っているのだ。それだけではないわ。選択を続ける注意力も消費している。核の先が見えないなら反対側へ渡るか、その手前で止まる。後ろの足音が気になれば店の窓で周囲を静かに確認する。警戒は一度の大決断ではなく小さな判断の連続なのよ。目的地へ着く頃には頭の電池まで減っていそうなのだ。店が閉まる。公共交通も終わる。通る人も少なくなる。時間が遅くなるほど選べる帰り方が一つずつ減っていく。街の出口が静かに閉じていくみたいで息苦しいのだ。事件は起きなくても選択肢の減少自体が負担になるわ。車を呼ぶ場所も選ぶ。暗い場所で長く待たないためです。車の情報を友人へ送り、乗った後も到着予定を伝えておく。帰宅が移動ではなく細かい確認作業の連続になっているのだ。それが合わないために払い続ける心理的な費用なのよ。友人に現在地を送る。建物へ入るまで通話を続ける。入り口の前で鍵を探さないように手の中へ先に用意しておく。足音を聞く。視覚を避ける。必要なら車道側へ移る。どれも事件ではないわ。事件を避けるための日常動作よ。何もなかった一日なのにこんなに手順が残っているのだ。無事に着いた。それだけで今日は成功だったと思う。到着が成功談になる日常。そこにある不自然さを見なさい。僕の海外夜遊び計画が
完全に黙り込んでしまったのだ。一方、日本では時計は同じ午前3時を示しているわ。この転換、絶対に何か起きる音が続いていて落ち着かないのだ。女性は背後を確認し、店や明るい場所の位置を見ている。警戒を解いたとは言えないわ。歩行を続けたことが事実よ。まだ準備した回避行動をいつでも使えそうな顔なのだ。そうね、安全を信じたのではなく、状況を観察している。ところが、危機を予告する空気だけが行き場を失っていく。画面には、コンビニの照明、自動販売機、道路灯が見えるわ。通過する車両も拾えるけれど、映像の外までは語れない。人通りが多いとか、いつでも安全だとは言えないのだ。その通り、見えていないものまで、都合よく補わないことよ。それで結局、何も起きないのが本当にオチなのだ。事件が欠席したせいで、防犯本能だけが現場に残されたわ。緊張していた僕まで、空振りした気分になってきたのだ。ここからは、その空振りを支えた都市の条件を解剖するわよ。聖域は魔法陣ではないわ。人が積み上げた都市機能よ。道路照明、深夜営業の店舗、駅、乗り場、交番を確認する。全部揃えば、最強の安全結界が完成するのだ。設備単体が犯罪を防ぐと、因果関係を決めつけないことね。まず対象経路に、本当に存在したかを地図で確かめるのよ。そして撮影日時点の情報を、自治体や公式資料で照合する。今ある店が、撮影した夜にも開いていたとは限らないのだ。その慎重さが必要よ。現在の地図だけでは過去を断定できない。コンビニの明かりだ。深夜の礼拝堂へひれ伏すのだ。勝手に宗教を作らないで。絶対安全な避難所ではないわ。明るさがあり、店員がいて、連絡手段を得やすい場所なの。役割把握まで限定的よ。店があれば無敵ではないわ。それでも、真っ暗な道より選択肢が一つ増える気がするのだ。その選択肢の数こそ、夜間移動を見る重要な視点になる。助けを求める場所と、連絡する手段へ近づけるかを見るのよ。安全は気合ではなく、使える場所の配置にも支えられるのだ。公共交通の運行時間と、終了後の移動手段も整理するわ。終電が終わった瞬間、東京が全部閉店するわけではないのだ。だからといって、誰もが同じ手段を使えるわけでもない。費用、待ち時間、乗り場までの距離も選択を左右するもの。タクシーが存在しても、すぐ乗れる保証とは別問題なのだ。いい理解だわ。利用可能と利用確実を混同してはいけない。映像では、女性の歩行速度と警戒行動を時系列で追うわよ。どこで背後を見て、どこで速度が変わったかを確認する。日本人は深夜の買い物を、毎回冒険映画にしないのだ。平和が背景へ溶けて、撮影する発想さえ生まれないのかもね。それが外国人の目には、異様な日常として映ることがある。何もない風景が、何かある風景に見えてきたのだ。ただし、東京も一枚岩ではないわ。場所で条件は変わる。繁華街、住宅街、郊外、曜日、時間でリスクは異なるのよ。個人の属性や経験でも、安全だと感じる度合いは変わる。日本全体へ、安全宣言の大判スタンプは押せないのだ。安全という言葉を、ここでは3つの層へ分けて考えるわ。1つ目は犯罪件数、公的記録で数えられた出来事よ。2つ目は主観的安全、本人が怖いと感じるかどうかね。3つ目は夜間に選べる行動、経路や移動手段の幅だわ。同じ安全という言葉に、3人の別人が住んでいたのだ。犯罪が少なくても、選択肢が乏しければ負担は残り得る。逆に記録だけでは、本人が感じた恐怖までは測れないわ。一つの数字で全部説明しようとすると、誰かが消えるのだ。彼女の警戒が不要だったとは、決して言わないことよ。その夜、その経路では、回避行動を使わずに済んだだけ。結果が無事でも、準備まで無意味だったことにはならないのだ。海外コメントを使うなら、実在と文脈を必ず確認するわ。驚きだけでなく、共感、反論、地域差の指摘も扱うのよ。日本内産の声だけ並べたら、観測ではなく応援団になるのだ。原文と投稿時点も確認し、違約なら違約だと画面に示す。一つの動画と公的資料が支える範囲で、結論を止めるのよ。笛、予備電池、防犯用品、全部装備してコンビニへ行くのだ。徒歩2分よ。あなたは安全ではなく、ぬるま湯に依存しただけ。準備を笑わないでほしいのだ。僕は本気で生還したいのだ。防犯用品を笑っているのではなく、あなたの大げささを見ている。東京でも、場所と時間に応じた注意が必要なのは変わらない。警戒しなくてよいという教訓ではないことは、覚えたのだ。環境が注意力の消費を減らす。今回見えたのはその可能性よ。もう街灯のない道では生きられる気がしないのだ。彼女が持ち帰ったのは危険を倒した武勇伝ではないわ。使う場面が訪れず、最後まで余った警戒心だったのよ。何も起きなかった話を僕は最後まで見てしまったのだ。危機感が余る街は奇跡ではなく条件の柔なりで生まれる。その条件を当然と思えば支える仕組みまで見えなくなるわ。何もない夜ほど
街の裏方を観察する必要があるのだ。次回は、日本の深夜交通と終電後の街を支える仕組みを、日本の日常に潜む異常をもっと観測したい人は、登録なさい。次も現実を見せてあげるわ。逃げずに待っていなさい。登録ボタンは、聖域への入国手続きではなかったのだ。